どうも MA です。今日もね動画見に来てくれてありがとうございます。もう絶対そこから入るんだね。なんかさ、オープニング決めたいんだよね、2023年。私も YouTuber としてやらせてもらってるからさ。なるほど。オープニング合戦ね。なんか案あります？だけやりだな、俺。はい、どうも MA マンチャンネルですみたいなこと。直木マンションみたいな言い方すんなよ。ちょっとやばいもしくはちょっと可愛い系で。なるほど、ちょっとやってみて。どうも MA マンチャンネルです。あー、それさ、MA マンチャンネルデツになってるから、もうすが言えてないやつや。あ、ダメだね。クールにクールに。どうも MA です。ブライアンみたいなのなってるけど今のは YouTube をもう10年ぐらいやってる人の言い方や。もうそれぐらいの感じはもうね、だいぶ慣れてきてる感じの大御所系の人たちね。大御所系はもう息をするようにオープニングどんなのしようかなとか言ってるような YouTube ってダメ。じゃあ普通に行こうよ。普通に飾らない感じで。今年の目標飾らない感じで行こうよ。じゃあ今まで私が飾ってたみたいな感じになるよなんなの？飾ってないよ別に。飾った自覚なし。ちょっとは飾ってるかもしれない。あ、なるほどね。飾らなかったら多分みんなにもっと伝わってないんだよね、多分私、伝えたいことが。ある程度は飾ってますよ、そこは。でもほとんど素だよね。まあほとんど素やね。だから良くないって思う時が自分であるんだよね。もうちょっと飾りたいとは思っちゃったりとかするんだけど、逆にね、逆にちょっと今飾りたい願望があるんだよね多分でも無理してるともうみんなにバレるんだよね。そう無理しただからら一撃だね。だから無理はしないっていうのは2022年もずっと思いながら一応やってはいたんだわ。っていう中での2023年、あんまこう飾らずにいこうってこと。飾ってはないけどね。まあいいですよ。オープニングに関してはね、そのままでいいよっていうコメントがあれば多分そのままにするかもしれないね。でもわざわざオープニング変えてくださいとはならんやろ。それはならないかもしれない。でももう一個だけ言っていい？ 2023年、私さ、サブチャンの方ってさ、ビオラーさんって言ってるのね。このさメインチャンネルってさ、視聴者さんがやっぱ一番いいのこれ。呼び方みたいな。そう、呼び方。何がいいかね。わざわざ作る必要もないような気もするし、だから変な話、サブチャン見て結構コメントとか書き込んでくれたりとかしてる人たちって別にね、メインチャンネルも普通に見てくれてるんですよ、そうなってくると一緒なのかなって思うんだけど、ビオラーさんって MA ビオリっていうサブチャンのタイトルから来てるのね。だからって思うんだよ。どうこれ。なんか実はみんな疑問に思ってる人いたんじゃないかなと思って。ああ、なんか意見があればじゃあもらいましょうか。そうだね。もうなければ無理して考える必要ないかもしれないけど、今ねふと思い出したって感じかな。見てくれてるみんなの故障みたいなのをコメント欄で募集しましょう。そうだね、ちょっと募集します、なんかあれば採用するかもしれないし、とりあえずそのまま視聴者さんってなるかもしれないし、まあそうだねまあそんな感じかな。とりあえずみんないつも見てくれてありがとうございます。ということで今回は結構嬉しいお知らせなんですよ。というのもこちらになります。じゃ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 ーん。これリアル系のちょっとオリジナルフィギュアなんです。オリジナルフィギュアってもあれだよ、作ったフィギュアじゃないからね。私が作ったやつじゃない、いわゆるさ、ほらみんながよく買うようなワンピースのフィギュアだったりとか、そういうものじゃないと。作家さんがね、造形師さんかな、原型師さんかな、が作られたとあるオリジナルフィギュアのガレージキットでございます。だからこれもちょっとさ、中身はちょっと開けたんだけどさ、こんな感じでね、実は確認でね、はい、未塗装のものね。だからいわゆるちょっと難易度が高めのやつよ。要は人といえばこういう肌色の色をしてってとか、このパターンとこのパターンみたいな感じで、ある程度みんなの頭の中に正解っていうものがあったりするものじゃん。だから難しいってとこもあったりするんだよね。だから今回も私は塗りながら、まあどういう色味にしようかなっていうのは多分考えながらやってるかな。ていうかすごい丁寧な梱包だよね。箱もかっこよかったし。マジそう、まず箱がかっこいいじゃん。何この高級な黒い箱と思ったもん私は。大体なんか段ボールにさポスッと入ってるイメージだけど、これはだから人それぞれなのよ、作られてる人が結構。そうだね、個人の方がやっぱ作ることが多いからね、ガレージ。そうなのそうなの。これはねかなり丁寧な方やね。確かに。だってまずここにテープがついててさ、こんな一箱一箱入ってるなんて、これだってこの箱さ100均でいくらかしたやろこれ多分。まあでもありがたいよね。まあ要は多分これもしっかりした箱に入れてくれてる理由としてはさ、このさパーツ、髪の毛かなこれはが折れないようにっていう入るよね多分。細いパーツがあったりするからね、ガレージキットは。いや本当にこれはね、私はどちらかというと苦手作業だからマジ気をつけないとなくしがちね。本当にそうでさ、これ危ないね。見て、ほっせー、ほらすぐ折れるんだからこれパキって。だからこれはやすったりとか処理するんだけど、この後必要に応じて気をつけないとポキポキいきますんで。でも相当綺麗な方だよね。ほぼ処理いらないレベルだよね。折れてる。こんなに丁寧に梱包してくれてても、これさ見て、映るかな、これ多分どっかの先端が折れてるよ。落ちた。なんか折れてるね、確かに。まあみたいな感じで、例えば先端が折れてたとしたら、そこの折れた部分をまた尖らせばいいからさ、別にまあいいんですけど、でもかなり丁寧でほぼほぼもう綺麗な状態で届きました、ありがたい。まあそういうイレギュラーもあり、まあこういうのは
ね向き合いつつやっていきましょうというところです。それも味よ、それも味っていうことなので、こちらをね今回は油絵でやっていこうと思うんだけど、油絵なんかね。さらっと言ったんだけど、実はねこのチャンネルでは外だと思う。油絵は実は私はねもう知ってくれてる方もこのチャンネルずっと見てる方だったら多いかなとは思うんだけど、昔は油絵を描いてました。フィギュアを塗ってたわけではなくって、油絵をキャンバスね、場合によってはこんぐらいのものからね、こんなもう扉ぐらいのねものだったりとか何号みたいな呼び方するよね。する数何号とか100号とかね、100号も結構でかいんだけど、窓ぐらいあるんだけどみたいな感じで絵を描いてたの昔。その時に油絵を結構使ってたの、油絵の具ってやつなんだけど、水じゃなくて油ね、こう西洋のねこう油なんだけど溶いて使ったりするんですよ。を今回使って塗っていきたいと思います。今回さ油絵の具で塗るっていうからさ、うん俺もさ油絵の具のことについてちょっと調べたの。あら、もう油絵博士になったとかい。いや博士には慣れてないね。まあでもどうかな、いろいろねうん調べてたんだけど、やっぱりねちょっと難しかった。その油の概念がちょっと難しかった。まあマサさんだと難しいよ多分。なんで上から描くんだよ。いやなんかね、油絵ってマサさん調べて分かったと思うけど、めっちゃあんのよ。そうなんかそうオールインワンみたいなやつも確かにあるんだけど、あるあるある。なんか自由度がめちゃくちゃ高いなと思った。逆に言えば別に不正解もないんだよ、うんまあ正直言って私は適当にやってましたよ、割と。でもちろんこだわればこだわるほど、いやその表現するんだったらこっちの方が近道だよとか、こっちの方がなんか乾燥が早いよとか、なんかいろいろあるんだけど、ありすぎるがゆえにね、全パターン検証するのも時間かかるから、頭の中だけで知識として入れたとしても、あくまでやってないと感覚つかめないじゃん。でしょ？だから調べてこれが絶対買うみたいな感じのノリでは細かいこと言うと買えないかもしれないじゃん。それでいいと思うんだよ。でも私はとりあえず買いますって感じで。模型用の塗料とかってさ、うんだいたい塗料瓶1本で、うんまあ高くても500円まで、だからこういうやつでしょ。そういうのとかでも150円とかさ160円とかなわけよ。そう、これ赤塗料でこれね。なんかびっくりしたのが、油絵の具ってこんな高えのと思ったのが、うんそのサイズで高くて5000円で平均でやっぱ1000円ぐらいとかするから、あ画材ってめっちゃお金かかるんだなっていうのを改めて思った。確かにさ、結構したのよこれ。今回さ新しく私また買ったのよ。昔使ってたやつもボロボロぐちゃぐちゃになってこれぐちゃぐちゃだったたひどいことになってた。なんでだろう、なんかそういうテンションで描いてたんで、結構わりかしでっかい作品とか作ってたから。だけどもうこれはね、こういう繊細な美少女だったりとかこれから塗っていこうと思うから、もう繊細に扱っていこうと思ってよ。ああ道具もね。そうだから絵の具のサイズも結構ちっちゃめを買ったよね。そんな使わないから、これぐらいあれば描けるだろうっていうのを、基本的になんか肌色、今回の子で塗れるかなっていうような感じの色を今回買ったのよ。まああとは必要に応じて増やしていこうかなって感じかな。肌色まあ引き続きちょっと油絵は勉強しつつちょっと見てますよ。勉強すんの？ちょっとずつその塗れないけど知識として蓄えとく。あ、でも助かる。いいじゃん。でも知識としてもしマサさんが完璧に蓄えたとしたらさ、私も聞いちゃおうかなと思って聞いちゃう。結局は素人知識をどう頑張ってもらって塗れない人間なんて結局そんなもんだよ。大丈夫、期待してないから。何にも期待してない、そこに関しては。それに関しては何も言えない。まあということで、今回これ出来上がったらなんとアーマーモデリングさんにまた乗ります。第2弾決定しました。最初に言うべきだったねこれね。そうだね、なんか最初なんか変な話してしまったね。いやすごいことだよ。いや本当にすごいことだよめっちゃありがたいことですよね。だから見てくれてるみんながさ、うんこうコメント書き込んでくれたりとか、うんツイッターで買いましたとかね、雑誌ね言本当よってくれたりとか、本当にそうありがとう YouTube ね見てくれたりとかしたおかげで第2弾が決まりましたよと。結構リアクションいただいたんだから本当嬉しかった。何が嬉しかったかっていうと、うんこのチャンネルを知ってくれたきっかけとしては、好きなキャラクターがいてとか、うんいわゆるみんなが知ってるようなね、ゲーセンとかにあるようなやつとかね、うんお店で買えるようなフィギュアから私のチャンネルにたどり着いてきた方結構いらっしゃると思うの。っていうところでアーマーモデリングさんに塗らせてもらったものはそういうキャラクターではない子だったのね。でもやっぱりこう見てくれて、すごい「あ良かったです」とかさ、また期待してますみたいな、また塗ってくださいみたいなことも結構いただいたのよ。本当嬉しいことだよ。本当にみんなのおかげなんですよ。だからみんなの声が届いたからまたこの2回目があったということだから、そうだね。本当ありがとうございますね皆さん。っていうことなので、私もその期待というかね、そういうところからもちゃんと答えられるようにね、うん楽しく塗らせていただきます。どうしよう失敗しちゃったらね。大丈夫、期待してますよ。でもね、一個だけ不安がある。期限やね。出た納期。今回納期そんなに長くない。結構スパン短いね。で私も気分屋のところがありますと。やばい。い気分や封印してくれよ。やでもこれはまあ半分
お仕事ですからそこはちょっと頑張りましょう。とにかくまあそんな感じなので、出来上がったらきっと雑誌に掲載させていただくことになるので、どうだろう、この動画のタイミングが今、そうだね、タイミングしかわかんない。ちょっとわかんないから確実なこと言え多分ここら辺で書いてるのかもわかんないんですけれども、もし出てたらぜひ買っていただきたいですし、これからの場合はぜひ楽しみにしていてください。じゃあ頑張ろう。面積多いんだよ今回。多いからマジ頑張りますね。っていうことでね、じゃあやっていきたいと思います。パタ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 。こういうことしておい、そういうことしてる。折れるんだからもう。折れちゃうんだ。危ない危ないもう。パタ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 。おい、折れちゃうんだよ。はい、では塗っていきたいと思います。いやー、これ見て、この髪の毛の毛先結構ね、これねドキドキしながら私進めていったんだけど、よかった最後までね折れませんでした。安心してだから見てて、そこは皆さんこれ下処理ですね。私はねこういう下処理作業はねそんなに得意じゃないんですけどね、まあ塗りよりかは得意じゃないっていう感じなんだけどねまあなんだかんだこれ進んでいってさ、いざ塗れるよって状態になるとなんか最終的にはすっきりした気持ちになるから、なんかヤスリ作業とかこういう処理作業が意外と好きっていう人がいる気持ちはねなんかわかるなって感じで、このヤスリもね実はこの紙ヤス以外も持ったりしてるんだけれども、だからなんだかんだねこの最近紙ヤス結構使ってます。でこのヤスリ系はさっきちらって映像で映ったけど100均だったかな、で買ったああいうトレーの仕切りがついたところに入れてやるとね、かなり番手ごとに揃えてるといざ使おうってなった時にいちいち袋から取り出さなくていいからすごく楽だなって感じです。はい、ということでね無事下処理も終わってね塗っていってるところなんだけれども今ねこれね多分気づいた人は思うんやけれどもこの首のところに私の処理をミスして忘れてたところがね今映ってたと思うんだけど、これ最終的に私どうしたんだっけな、多分塗料を重ねていってあんまり見えないようにしてごまかしたか、いや一回削ったな、一回削ってちょっとマシにしてもう一回塗料部分的に塗った気がする多分いやなんか最終的に仕上がった時にね、あんまり気にならなかったらいいかなっていう感じで、これだって自分でもう飾って鑑賞するようにさ最終的に塗ってますからね、そこら辺はねもうあんまりね気にしすぎてもさなんか大変だからさ結構アバウトにやってます。はい、これね実はねそうなんですよ。最初にも言ったけれどもこれ今油絵の具で塗ってってます。これねでも実はね最終的にオイル仕上げにしてないんです、実は今回。もうなんかね途中でやっぱ気分が変わって、最初に全体的にバーって肌だけ色のせちゃおうと思って油彩でね、でそれでなんとなくの全体のこう色味だったりとかを確認する感じで今回はいこうかなと思いまして、日数的にもね結構今回時間が正直かなりギリギリだったってところもあって、なんか何回も乾かして重ねてってやっていこうと思ったんだけど、ちょっとそれも時間足りないなってなったんで、ちょっと臨機応変に行かせてもらって方向性変えて、一回その全体油で塗ってからバランスだけ見てしっかり乾燥させて、1回だけですよね乾燥期間を取ったのは。でそこから水性塗料でもう表面的に仕上げていこうっていう感じでやってきました。で今見てもらってるのがもう水性塗料に移ってます。今ね結構イエローだったりとかこのレッド系だったりとかパープルだったりとか入れてると思うんですけれども、ここ一回油彩に戻ってないな、これ多分水性だな、って感じでね、もうね色味をこっから先はもう色味を結構入れていって仕上げていくって感じで、マット系の仕上げで今回も仕上げていってます。私の場合はだから今回もなんか多分雑誌の中だとリアル塗りっていったところで多分紹介してもらう形に多分なると思うんですけど、アーマーモデリングの中でねなると思うんですけど、普段のいわゆる私がよくやるアニメ塗り、キャラクターの塗りですねと比べたら確かにリアルテイストの筆塗りっていう感じにはなると思います。ただ何て言うんだろうな、多分いわゆる今回もリアル塗装って感じではないので、なんかいわゆる血管をこう描いて透けさせたりとか、なんていうのかな、血色肉感みたいななんて言えばいいんだろう、まだらななんか血合いみたいなこれ正しい表現が見つからんわ。なんかそういうのをなんかこう透けさせて見せるみたいな方法は全く取り入れてやってないです。もう普通にいわゆるその目視で見える肌表面の感じをグラデーションで描いていく
っていうやり方ですね、今回もね。その中でもなんかいろいろやっぱ色味的なとこだったりとか表現の仕方はまあいくつかあると思うんですけど、今回はこんな感じで目で今ね見ていただいてるような感じでねやってますね。だから前回のチャイナのことなんか大きくは変わらないかなってイメージ。多分若干薄暗い感じで仕上げたんですけどね、実は。そうですね、多分見比べていただくのが一番わかるかなと思いますその前回の作品と。前回のやつもアーマーモデリングに載ってるので、まあ最後撮影していただいたところをね見比べてもらったらね、映像じゃない楽しみ方も紙面でできると思うので、よかったら皆さん見てみてください。毎回言ってるんだけど、アーマーモデリングさんはね本当に私大好きな雑誌でして、未だに定期購読させてもらってて本当に嬉しいんです。だから今回のさせてもらうのもね本当に嬉しくて、で本当にね見応えのある作品がたくさん載ってるのでね、多分勉強っていう点でもね実際に塗られる方たちからしてみれば本当に勉強になるね、すごく充実した雑誌なので、ぜひぜひ知らないよって方は見てみてください。瞳ですね。はい、瞳の表現もなんかいろいろありますよね。でも今回はなんか特段なんか言った方がいいな。今回は結構まつげが長いです結構まつげが長い仕上げになってます。なんかもうちょっと短くてもいいかなって思ったんだけど、なんかもうここまで来たらやっぱ顔は描いてます感を出そうかなと思ったんで、もう結構バチってまつげは筆で描いてます。そこに関してはなんかすごい言ってることとやってることがなんかちょっと矛盾が生じちゃうかもしれないんだけど、なんかリアル系の塗りなんだけどリアル的な塗り方は実際してない感じなんですよね。多分分かる人にはなんとなくニュアンス伝わると思うから、そういう点で描いてます感も楽しみながら見ていただいたらね嬉しいなって感じでね毎回思ってやってます。他の色とかもね白色にしても多分可愛いなとか思いながらやってたんだけど、今回ね黒色にしました。実は今回はね、最後にも喋るかもしれないんだけれども、私ね結構ブルーとブラックの組み合わせがなんか色の組み合わせ的に結構好きな配色のパターンの一個として私の中であるから、この肌以外のところに関してはこのブルーとブラックを結構見せる感じでやりたいなーって塗りながら決まっていったから、結構ねブルーとブラックが綺麗に見えるように仕上げようと思ってやっていったんですよ。だからここの肌の部分のここのね今塗ってる部分とかはあえてホワイトとかにして、なんか変に例えばピンクとか黄緑とかなんかそういう色味の結構強い色とかは使わずに普通にもうホワイトにして肌に馴染むような感じに仕上げて、ここの羽の部分ですね、羽の部分で結構ボワーっとしたこのブルーとブラックが生きるような台座と羽にしてみました。でここはエアブラシを使って塗装、部分的に筆をちょっと使ってるって感じなんですよね。だから今回もこのグラデーション、いわゆるエアブラシでの色味のグラデーションと、あとは肌の部分、主に肌とこの髪の毛の部分かなを筆でのグラデーションっていうところで、両パターンのグラデーションがよく見えるような仕上がりになってるかなと思います。だからね肌の部分もあんまりこう荒っぽいグラデーションにしちゃうと異質感で浮いちゃうので、そこは浮かないようにしてわりかしね細かめな筆でのグラデーションっていうところで割とこうナチュラルめに、できるだけナチュラルに仕上げたつもり、この肌はだからそこら辺も注目して最後見てくれたら面白いかなと思うんだけど。でねこの髪の毛の部分は筆跡を残すような感じでの筆塗りにして割とアバウトな感じにしてますね。理由としてはさっきグラデーションって言ったところでエアブラシにもちょっと溶け込むようにっていう話はしたんだけれども、とはいえやっぱり肌の質感と髪の毛のこの毛束の質感だったりとかと他の台座とか羽の質感って多分そもそも異質の物質だと思うから、筆っていう表現でなんかちょっと質感を変えることで異質なものなんだよっていう雰囲気がなんとなく感覚的に伝われば面白いかなと思ったんでちょっと分けてますね。そういう感じにしてます。
多分前回のチャイナの子も筆のグラデーションと筆でビシッて描くところと、あとエアブラシで色をめっちゃボワンって何色も使ってやるところで分けてるから、多分いろんなところが楽しめるっていう方向性でやったと思うんですけれども、だから今回もそういう観点から言うと似た感じはあるかなとは思います。でもね、今回のねこのガレージキット可愛いじゃないですか。めちゃくちゃ本当に可愛くて、だから塗っててすっごい楽しかった。本当にね造形も美しくて、個人的にすごくいいなと思ったポイントとしては、これ最後ね仕上がった時に組み立ったやつめっちゃ見てほしいんだけど、ここのさ太ももから台座がねギューンってこう太ももの断面で固定されてる感じになってるんだけど、それが本当に美しくて、なんかバランスがすごく良くて、この腰のね角度がクイッて入ってる、なんていうの、それ S 字ライン、台座も込みでなんか S 字ラインみたいなやつを出してて、めっちゃセンスあるなと思って、だから一目見た時になんか造形的にも美しいなと思ったから、本当にいいなと思っちゃったね。これはなんか私ってすごくポーズを取ることとかダンスすることがすごく苦手なんですけど、なんかポージングが例えばダサい感じになっちゃうとさ、ほらなんかちょっと惜しいじゃないですか。その写真で収めた時に、芸術的な観点から見た時に惜しいってところがあるけど、なんかもうこの子に関しては顔も可愛いしスタイルもいいし、なおかつポーズもやっぱりいいから、すげえやっぱ造形師さん本当分かってんなって思いながら、そういう視点でねすっげえ楽しみながらね最後まで楽しく塗れたし、これから飾ってね家でね鑑賞するのがねすごくね楽しみだなって思いながらね仕上げました。この子は本当に。だから皆さんぜひね完成したら今回はねアンマーモデリングさんに撮影をしてもらって紙面に載ってますのでね、ぜひチェックしてみてください。はい、完成しましたー。もう見えてまじゃじゃじゃーん、ーす。見えちゃってます。かわいい。めちゃくちゃかわいい。どうイメージと違った？いや、違くはなかったよ、全然。そう、なんか私毎回思うんだけどさ、これさここになる前にさ解説シーンがあるでしょ。そうだね。だからそことちょっとさ言ってることかぶっちゃったりとかもするかもしれないんだけど、別にいいかな。まあね、別にそれはいいんじゃない？で今回ね結構ね陰影をね少なめに塗ってるんだよね。で肌のところと髪の毛のところか、基本的にここは筆塗りで見せるって感じにしてるのね。なるほどね。そう。裏もちょっと見たいな。そうだよね。こういう感じでございます。なんかこれアンドロイドなのかな。これはだからその作られた方のなんか思いとかコンセプトとかもあると思うから、そうだね。そこに関しては私はいろいろ語れないんだけれども、でもなんかそんな感じはするけど、非常にだからいろいろなさ質感がいろいろ混ざってるんだよね。確かに。いわゆる羽的な。でもこの羽もさ言われてみればさ完全に機械的な羽になってんだよ。確かに確かに。そうだしさ、こいいね、こはなんコンセプト可愛いよね。だよね。ここも機械、メカっぽいし、でもこの普通の人的なね流れも妖精っぽさもあるしね。そうあるし、非常にだからやっぱ魅力的なこれフィギュアだよね。そうだね。フィギュアとかガレージキットなんだけどさ、かなり魅力的よね。かっこかわいいと思う。だから私はね今回ねパッと見た時に、私の好きなねブルーとブラックをいかに綺麗に見せるかっていうところも実は私の中ではテーマとして設けてて、飾った時に私の好きな感じのこの色合いのおしゃれさを出したかったんだよ。で結果的にちゃんと表現できたなって感じがする。いいね。かわいいと思う。だからさここのさ人以外のさグラデーションに負けないようにさ結構肌とか滑らかにした。いいと思ういいと思う。そうでね冒頭でもお伝えしてた通りこれねじゃじゃじゃん。しかもさ、私びっくりしちゃったんだけどさ、見てほら合わせに来たかのようなこれ知らなかった私知らなかったんだからね。そうだね。だってね表紙知らされるのはさ、この憲法を受け取ってからだからね。そうなのでまさにこれ本当についこの前受け取ってありがたいことに載ってます。でね実はね、なんとね、ちょっとこれお知らせしちゃっていい、嬉しいお知らせです。皆さんいいかな。ここに書いてるんやけれどもね、なんとね、私のこの、読んでいいこれそのまま。一部だけ。いいよ。本号から人気 YouTuber& ペインターの MA マンによる不定期連載がスタートびっくりマークって書いております。パチ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 。不定期連載だからさ、必ず、なんていうんだ、この何月号にいるっていうわけじゃなくて、そういうこと。不定期にちょっと作品をこう出していくよみたいな感じが決定したんだよね。私らしいのでは、この気まぐれな感じが。みんながさ、手に取ってくれたりとかさ、応援してくれたりとかコメントいっぱい書いてくれるから、実現したっていう感じだよね。前回確かそういうお話もしてたと思うんだけどさ、本当にねみんながね結構反響いただいたんです。あれがいやー本当にだから今回のこの3月号に関しても、だから2月の13日
に発売することになってるので、あこの動画が上がるのがちょっといつになってるかわかんないんだけど、そうだね。結構タイムリーに出すとは思うけどね。できるだけね、タできるだけねイムリーがいいですね、やっぱりね。うんっていうことなのでね、だから、うんやっぱりこう、映像で今見てもらってると思うんですけど、うん映像で見るのと、やっぱりこの本の中で見るのとではね、うん結構ね、ライティングとかをね、私がちょっと希望を出させてもらって、ずうずうしくもね、確かに。ちょっと希望を出させてもらったお感じで。希望を出しておりましたね。お希望をね、出させてもらって、なぜなら光でね、結構ね、見え方って変わってくるから、うんこの子にはちょっとこういう感じが合うかなと思いますみたいなのを伝えさせてもらった上で、うん結構かっこよく撮ってもらってるから、そこ気になるよって方は、簡単な工程とかも本の中にも載ってますので、そうだね。ぜひぜひチェックしていただければと思います。そうだね。みんな買ってほしいね。そう。はい。いや、嬉しいな、やっぱり。この表情の撮り方結構いいと思うんだけど。おい、じらすんじゃないよ。なかなかいいですね。これセクシーショットも入ってるからね。ショーケースなんか飾ってよ。ずーっと見ちゃうんだから。はい、今日はですね、お気づきかと思いますけれども、前回ね、塗らせていただいたね、アーバンモデリングでね、1月号に掲載していたこのね、ところに一緒に飾りたいと思います。おー、いいねわあ、いいね、このツーショット。それっぽくなってきたね。なんかね、2体いるとやっぱ違うね。そうだね。わあ、だっていいね。私結構好きなんだよね、オリジナルフィギュアも。うん、確かに。うん。いいですね。おい。もうもうちょっと世界観。世界観。いいですね。なんか暑苦しくしないでくれ。これ、なかなかね、いいですね。ちょっと世界観崩さないのもらってる、ちょっと。はい、なんか他に何も思いつかなかったんだけど、もう、やめてよ、本当に。乗っかるしかないじゃん。確かに。っていう感じだね。ショーケースの中にこのさ、アーマーモデリング掲載フィギュアがもしかしたら増えていくかもしれないからね。不定期連載だからね。そこを不定期連載をしますって言ってさ、これでやっぱりなかったね、寂しすぎる。もし寂しすぎるそこは。さすがにもしかしたらじゃなくて、確実には狙っていきたいところやうん、ね。確かにね。頑張りたいところやね、そこに関してはね。じゃあそんな感じで。そんな感じでございます。まあわかんない。私は結構気まぐれなところもありますけれども、やっぱりね、見てくれる皆さんがいるから、こう、なおね、より楽しめて濡れてるってところもありますからね、ぜひね、まあいつやるかもわかんないけれども、こういうテイストのやつとかも塗ってほしいなだったりとか、こういうアプローチとかも見てみたいな、みたいなのがあったら、もしかしたら、例えばコメントとかも見て、どこかに取り入れるかもしれないので、まあ言い切らないですけど。うん。だからなんかみんな自由に感想とか書いていただけたら嬉しいなって感じで思います。っていうことでした。いや、嬉しいいいね。な。うん、嬉しいね。やっぱりここに飾るまでがやっぱあれなんだよな。塗るのも楽しいけど、この飾った後に見るのがまたやっぱ楽しいんだよね。みんなも筆塗りの世界へようこそ。あ、ちなみにだけど、今回のやつも私ゼロカラーブラシで塗ってますので、ああ、なるほどね。そうだね、そうだね。そこら辺もだから参考になればと思いますのでね、うんぜひぜひ。ということでね、皆さん今日もね、動画最後まで見てくれてありがとうございます。今回はオリジナルフィギュアでしたけれども、また普通にアニメキャラクターとか、まあいろいろなものもね、叙々化だったりとか、リアル化だったりとかしていくと思いますので、お楽しみに。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。